NPO 法人 ABC ジャパンです。これから大学進学ガイダンスを始めたいと思います。皆さんは高校卒業後、どのような進路を考えていますか？高校を卒業した後は、例えば、就職だとか、進学だとかあると思います。将来になりたい仕事を想像しながら、どっちにしようかなと考えると思います。就職について、少しお話ししたいんですけれども、まず、仕事の技術を身につけてから働くという方法もあります。仕事に就くために国や県が学校を用意してるんですけれども、それがこんな風ですね。はい、1、2年くらい勉強していて、仕事に必要な専門技術を学んでいくものです。例えば、こういうものがあったりします。今回はちょっと紹介だけなんですけれども、詳しくは右下にページが載ってますので、それを見ながら、それを見ていただければと思います。では、お待たせしました。進学先についてお話ししていきたいと思います。最初に話すのは、大学、短大、専門学校、この3つですね。最初は大学についてお話ししていきます。大学、どんなところかというと、専門的な知識やそれ以外の学問を勉強したいという人におすすめです。学ぶことは幅広い知識と専門的な学問です。特徴は自分の勉強したいことを見つけて講義、授業のことですね、とか実習、実際にやってみるという方法で深めていきます。自由な時間も多くて、勉強以外の経験をすることができます。卒業後はいろんな分野に就職することができます。はい。ただし、短大や専門とは違って就職活動は基本的に自分で行わなければいけません。続いて、このまま紹介していきたいのが夜間大学という夜に勉強する大学のことです。昼に働きながら夜に大学で勉強することができます。だいたい夕方の6時から9時の間で勉強するところが多く、昼と同じ場所で同じ授業ができます。学費はお昼と比べて3分の2くらいの金額です。就職は昼と同じサポートがあり、むしろ昼は仕事、夜は学校という努力をアピールすることができます。職業分野もお昼と大きく変わらず、就職率もほとんど変わらないと言われています。はい。では次、短大についてお話ししていきます。短大は短期大学の略、短くした言い方ですね。多くの人が短大と呼んでいるので、私も短大と言っていきます。どんなところかというと、短い時間、短大は2年ですね。で、勉強して早く働きたい人におすすめです。勉強することは、一般教養と、それから将来の仕事に役立つ知識です。特徴は期間が短いということ。その分、忙しくなったりしますが、学費が合計で安くなります。1年間は変わりません、4年間と。だけどそれを4年分払うのか、2年払うのかというと比べると、2年の方が安くなります。ただ、学校数や学べる分野が少ないです。卒業後は丁寧な就職サポートをしているところが多く、就職率も高いです。では最後、専門学校です。専門学校は将来の夢がはっきり決まっている人におすすめです。学ぶことは職業に必要な知識や技術です。で、短大、それから大学と違って一
般教養の授業はありません。特徴としては実習が多いです。働いた時にすぐ役立つように勉強するからです。学費は私立大学とあまり変わりません。卒業後は学んだ分野の就職に強いです。反対に言うと、学んだ分野以外の就職は難しくなります。はい。で、注意なんですけれども、学校名や学科名で専門学校、特にですね、選ばないでということです。働くときにどんな資格が必要なのか、その学校ではどんな資格が取れるのか、授業内容や就職先をホームページやパンフレットを見て確認してください。はい。あと、これは皆さんなんですけれども、もし日本国籍を持っていなければ、在留資格によってその仕事になれない、その仕事ができないということもあります。ですから、必ず自分で調べたり、学校の先生に聞いたりしてチェックをしてくださいね。では、まとめです。高校卒業後、就職と進学という道があったと思いますが、就職はすぐに働かないで職業訓練校というところで技術を身につけてから働くという方法もあるよということをお話ししたのと、進学は3つありましたね。大学と短大、それから専門学校でした。それぞれ夜間というのもあったりします。はい。では、以上、進学先の紹介でした。聞いてくれてありがとうございます。次お話しするのは、大学はどんなところということをお話ししていきたいと思います。もし質問などがありましたら、こちらにメールをください。では、さよなら。